こんにちは、ミッキーです。今回は2026年最新レポート日本橋カフェ&グルメ6選です。東京の中心にありながら落ち着いた時間が流れる日本橋エリア。老舗と新店が共存し、街全体が少しずつ更新され続けている場所です。ここ数年は変化が見られ、カフェや飲食店が点在するようになりました。そんな街だからこそ感度の高い外国人観光客が日本人よりも早く魅力に気づいているパターンも多数。かといっていわゆるバズって人気とはまた違い、そのコアな魅力が世界中を引きつけていると言えそうです。そんな日本橋から今回もおすすめ店舗6店ご紹介します。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは、朝から行列のできる大人気アメリカンカフェフラップジャックスブレックファスト&ランチ。店舗に到着してからまず驚くのは外国人観光客の多さ。私が訪問した時も私以外は店員さんを除いて全員が外国人という不思議な空間になっていました。そんなフラップジャックス、扉を開けた瞬間空気がふっと切り替わるような感覚に包まれています。アメリカのダイナーを思わせる雰囲気が漂い、平日の朝から多くの人が訪れる活気あるお店です。店内はコンパクトながら居心地が良く、一人でも気兼ねなく過ごせるような緩やかな空気感です。メニューはアメリカンブレックファストの王道。シンプルでありながら満足感があり、本場らしさを求める人の心をつかむラインナップが揃っています。今回いただきましたのはランバージャックとラテ。ラテはエスプレッソのコクを感じつつもミルクがまろやかにまとめてくれるような味わい。ラテアートもとても素敵でした。そしてメインと言えますランバージャック。ふんわり厚みのあるパンケーキに香ばしく焼けたベーコン。とろりとした目玉焼きが豪快に乗った一皿はテーブルに運ばれてきた瞬間に気分が高まる存在感です。そんなパンケーキは軽い口当たりでありながらしっかり食べ応えがありまして、ほんのり香るシナモンが味に奥行きをプラスしてくれます。半熟の目玉焼きと塩気のあるベーコンが重なると甘さ×しょっぱさのバランスが絶妙。それられましたバターをパンケーキに合わせつつアメリカンブレックファストらしい甘じょっぱいイズムを楽しむことができます。行列ができる人気店ですけれども、ぜひとも並んでも試してほしいようなそんなお店です。続いてご紹介しますのはディゾン人形町。人形町の通り沿い、静かに佇みますディゾン人形町。派手さはないけれどもどこか惹かれる、日常にそっと寄り添ってくれるような存在です。実は過去に水道橋の店舗と九段下の店舗をご紹介しています。この人形町の店舗もまた少し雰囲気が違って特徴がありましたので、ぜひ参考にしていただいて気になるところにご訪問いただければと思います。店内に足を踏み入れますとご覧のように外の音がスッと遠のき、心地よい静けさが広がります。大きな窓から入る自然光が空気を明るく照らす店内は、1階はカウンター中心のコンパクトな作り、階段を上がると2階、さらに3階へと続き、それぞれのフロアに違った表情の席が並んでいます。この店はコーヒーそしてケーキに特にこだわっていまして、ケーキは見た目もとても美しいので打ち立て用に購入して食卓を彩るのも良さそうです。そしてこちらの店の特徴はホテル滞在のような小さな工夫。1階でオーダーを済ませた後、席番号の書かれた鍵を受け取り、その番号の席に着席します。木のぬくもりが感じられるようなテーブル席、一人時間にぴったりのカウンター席、ゆったり腰を掛けることができるソファー席など、どの席に座っても一人でも誰かとでも自然とリラックスできるのがディゾンらしさ。鍵を受け取る際には空いていれば席の希望も伝えられますので、その日の気分も伝えていただければと思います。内装はご覧のように木材や金属が程よくミックスされたシンプルモダンなテイスト。落ち着いたブルーがアクセントになり、観葉植物のグリーンが空気を優しく彩ります。
会にいながらも喧騒から離れられる特別な場所という安心感が感じられるため、忙しい日常から少し離れたい時にぴったりの場所です。また電源や Wi-Fi も整っていまして、作業したい日や本を読みたい日にも安心。思い思いに過ごす人たちの姿もいい意味で力が抜けていて、ゆるりと時間が流れています。ご覧のように2階3階とまた違った表情の席が並んでいますので、この動画を参考にしていただきつつ、もし空いてそうであれば店員さんに希望を伝えていただいて、お好みの席に座ってみてほしいです。特に朝の時間帯がおすすめになっていますので、朝の光を感じながら今回ご紹介するようなメニューも頼んでほしいです。さて、今回いただきましたのは定番人気の厚切り黒糖バタートースト、そしてカフェラテ。厚切り黒糖バタートーストは見た瞬間に心がときめくビジュアル。ぎゅっと密度のある黒糖トーストにバターがじゅわっと染み込み、香りだけで幸せになれるような一品です。合わせたカフェラテは柔らかい口当たりでエスプレッソのコクとミルクの甘みがふんわり調和。重たすぎず軽すぎず、毎日でも飲みたくなるようなちょうどいいバランスです。繊細なラテアートにも癒されます。トーストは表面はカリッと、中はしっとりふんわり。黒糖のコク深い甘みとバターのまろやかな塩気が重なり、甘じょっぱさの無限ループが完成します。一口また一口と自然に手が慣れてしまうような癖になるトーストです。過去にご紹介しました九段下の店舗では生ハムとチーズトーストというメニューもご紹介していまして、そちらのメニューをこの人形町店でも頼むことが可能。そちらを注文していただくのも良さそうです。Sometimes you gotta pray for a victory. 続いては2024年7月、東京馬喰町にオープンしたゴールデンウッド。周囲の穏やかな空気にすっと馴染む佇まいで、通り明かりについ引き寄せられてしまうような存在感があります。店内へ一歩入りますと、黒やグレーのインテリアで統一されたスタイリッシュな空間が広がり、クールで洗練された印象が際立ちます。そんな中、観葉植物のグリーンが入ることで無機質な空間にも温かみを感じられ、長居したくなる人が多いのも納得です。壁に沿って並ぶカウンター席や小さなテーブル席がさりげなく配置されていて、どこに座っても視界がすっきりする設計。過度な装飾を配したミニマルなインテリアが飲み物やスイーツの色をより引き立ててくれますので、自然と集中して味わいたくなるような空気が生まれています。電源や Wi-Fi も揃っていますので、作業をしたい時や本を読みたい時にも使いやすいような環境です。このお店を運営していますのは台湾出身のバリスタさん。ラテアートの世界大会で優勝経験を持つなど、そのクオリティは間違いなし。これまでに東京高田馬場のコーヒースタンドや新宿御苑前のアシャラなどで勤務し、腕を磨いてきました。新宿御苑前のアシャラに関しましては過去の動画でもご紹介していますので、よかったらそちらの店舗も参考にしてほしいです。そんな経験を生かし、スペシャルティーコーヒーとラテアートを中心としたメニュー構成にて展開しています。台湾出身のバリスタさんだからこそ、台湾らしさを感じられるようなお店の装飾も魅力的です。店内ではラテアートの講習会やワークショップが開催されることもあり、技術を共有する場としての機能を持つカフェとして地域に根付いています。さて、今回いただきましたのは人気の抹茶アフォガードとブラックラテ。抹茶アフォガードはその色合いも相まって存在感のあるスイーツ。透明なグラスの上に高く盛られたアイスクリームに注がれた抹茶はアイスの白と重なり、そのコントラストも美しいです。抹茶の味わいは濃厚さよりもスッキリ感のある印象。苦味が強すぎるわけではなくて、香りの奥に甘みを感じるようなバランスです。そしてブラックラテは個性が際立つ一杯。炭を使用した黒いフォームがふんわりと広がり、シンプルながらもどこか特別感のあるような佇まいです。味わいはミルクの柔らかさとエスプレッソのコクが素直に重なり、一般的なラテと同じく飲み心地はとてもまろやかです。またカトラリーに関しましても台湾の文化を感じるような素敵な模様が表現されていました。さて、こちら戻りましてアイスのミルキーさと抹茶の苦味が重なり、味がゆっくりと変化していくのもわかります。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店
店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。続いては馬喰町駅から程近い路地にそっと佇むバタフライエフェクト。日本橋馬喰町の変化を重ねていく街並みの中で木造民家を丁寧にリノベーションしたタオルショップ&カフェ。日本橋というエリアは下町感があふれる空間で、歩いていきますと蔵前だったりとか清澄白河の方にも向かっていきます。そんな職人が根付く場所だからこそのカフェとして営業されています。外観はレトロ感と職人技を感じる倉庫感を残しつつ、店内に入ると一転、白を基調とした明るく清潔感のある空間が広がります。棚には今治タオルブランドのアイテムが整然と並び、手に取るだけで品質の高さが伝わるようなラインナップです。暮らしに寄り添う道具としての魅力が自然と引き立ち、この店独自の柔らかな空間を作り出してくれています。そんなショップの奥にはカフェスペースが併設され、雑貨とパティシエさんによりますスイーツを同じ空間で楽しめるのもこのお店ならでは。座席は全部で16席ほど。木製のテーブルとチェアが並ぶナチュラルな雰囲気の空間。すっきりと整った配置で落ち着いて過ごせるような心地よさがあります。また電源や Wi-Fi も揃っていまして、読書や作業にも使いやすいような環境です。タオルに関しましては、タオルセレクトショップモラルテックスというお店が展開していまして、ライフスタイルに最適なタオル選びをお手伝いしてくれます。上質な素材、デザイン、そして機能性を兼ね備えたタオルを厳選し、日常を彩る一枚を提案してくれます。その歴史としましては、昭和20年代に東京の日本橋で創業。その歴史は長きにわたり、地域とともに歩んできているようです。その魅力は、吸水性に優れ、耐久性のある日本製のタオル。さらにエコフレンドリーな製品も多数揃えているようです。普段使いにはもちろんのこと、ぜひギフト用にも選んでみてほしいです。さてこちら、バタフライエフェクトさんで提供されるメニューに関しましては、パティシエさんの手作りケーキが魅力。季節ごとでそのラインナップも変わっていきますので、ぜひインスタグラム等をチェックしていただいて、気になるものがあれば注文してみてほしいです。注意点としましては、営業日は水、木、金、土が中心。平日は11時半から4時までの営業。土曜日は1時から17時半までの営業になっていますので、営業時間確認の上訪問してみてほしいです。さて、この日いただきましたのはイタリアンプリンとカフェラテ。カフェラテはラテアートが施されたこだわりの一品。ミルクの優しいクリーミーさと豆の香りが穏やかに調和した一杯です。もう一つはイタリアンプリン。卵の味わいを感じつつ、プルプルとした食感が印象的でした。口に含みますと濃厚なのに重たさを感じない滑らかさが広がり、卵とクリームのコクがふわりと膨らみます。甘さは控えめで、ほろ苦いカラメルが余韻をキュッと締めてくれるような大人の味わいになっていました。そんなものづくりの魂を感じられつつ、スイーツとコーヒーを楽しめるようなお店、ぜひともご体験ください。続いてご紹介しますのは、三越前駅からグリッチ東京。三越前駅から歩いて3分。大通りから道を1本外れた道に佇みますグリッチコーヒーの日本橋店です。大きな窓から差し込む光が店内に透明感のある空気を生み、足を踏み入れた瞬間からコーヒーと向き合う時間が静かに始まります。席同士の距離は近すぎず、ふらっと立ち寄って一人で静かに過ごすのにも向いたような空間です。グリッチは2015年に誕生したシングルオリジン専門ロースター。限りある時間のための価値ある一杯をというコンセプトを掲げ、豆の個性にまっすぐ向き合い、その魅力を最大限引き出すようなコーヒー作りを続けています。浅入りを中心としたクリアな味わいのラインナップが特徴で、常時10種類以上の豆が並んでいます。1号店であります神保町の店舗も過去にご紹介していますし、銀座に登場しましたグリッチさんもご紹介していますので、よかったらそちらも参考にしてみてほしいです。さて、カウンターには世界各地の豆が整然と並び、まるでギャラリーのように個性豊かな表情を見せてくれます。
豆の香りや産地の違いを感じながらゆっくりと過ごせる時間は、日常から少し離れて気持ちを整えてくれるような特別なひとときを過ごすことができます。注文時にはバリスタさんに相談していただきつつ、豆の香りや味の方向性を丁寧に説明してくれまして、その日の気分に寄り添うような一杯を見つけてくれるのも嬉しいポイントです。気になる豆をいくつかご提案いただいた後に、その香りを感じて、その後に注文するようなスタイルになっていますので、これだけ多くの豆からもお好みの一杯を探すことができるような近道を進むことができます。この後ご紹介しますのは、今回注文したコロンビアカウカエルパライソ。ライチの味が感じられるような一杯をホットのドリップコーヒーとしていただいています。このエルパライソダブルアナエロビックウォッシュドは、香りのタイプによってライチロットに分類されるような特別な豆。透明感のあるライチやピーチの果実味、金木犀を思わせるような華やかなアロマが折り重なって、最後には甘さが静かにほどけていくような優美な仕上がりです。コーヒーの国際品評会カップオブエクセレンスで 89.79 という高評価を獲得し、最高落札価格を記録した実力派で、その革新性はコーヒーの概念を変えたとも称されています。そんな一杯をこのこだわり抜いた陶器で提供していただけます。過去に訪問した際には、このグリッチさんオリジナルの陶器はなかった印象だったので、もしかすると日本橋限定かもしれませんし、グリッチさん全体でそのコーヒーの味わいをより感じられるように、こういった陶器類も刷新されているのかもしれません。また今ご紹介したような豆の説明に関しましては、カードでいただけるのも思い出に残って素敵です。そんなゆっくりと時間が流れつつコーヒーを楽しめるような極上の空間になっていますので、ご褒美タイムにも訪れてほしいです。そして最後にご紹介しますのは、小伝馬町から担々高麺金爪というお店。担々麺専門店である金爪。汁なし汁ありの担々麺をバリエーション豊富に提供するお店で、辛いのは苦手という方にも辛さの調整やトッピングの追加で美味しく楽しめるような食べやすい担々麺を提供してくれるお店として有名です。そんなお店でこの日はごま豆乳担々麺をパコと言います厚切りの豚バラ肉に衣をつけて揚げた町中華で人気のトッピングを添えつついただいています。担々麺はナッツが入ったうま辛クリーミーな一品。もう一個いただきましたシンプルな担々高麺と違って、ごま豆乳担々はそのクリーミーさも魅力的でした。さてもう一つはシンプルな担々高麺を注文。今回はいずれのメニューに関しましても汁ありでいただいてるんですけども、汁なしの担々麺に関しましてもその濃厚さを感じることができますし、素材の味わいをじっくりと感じられますので、ぜひとも試してほしいような一品になっていました。さてここからはアフタートーク、正月太り対策どうしてるというテーマです。やはり年末年始を超えますとお酒の量だったりとかお食事の量が増えつつ、一方であまり動かなくなってしまいますので体重が増えてしまうことも多いと思います。そんな中、皆さんはどのような対策をしていますか？個人的には週に3回ほど運動することを心がけていまして、趣味のストリートダンス、そしてテニスをやっています。とは言ってもスポーツの運動習慣に関しましては時間の拘束があったりとか、そもそもあんまり運動が好きじゃない方もいるかと思いますので、個人的なおすすめとしましてはやはりカフェ巡り。なぜカフェ巡りがいいかと言いますと、私も日本橋特集のようにご紹介しつつ、結構日本橋エリアといっても今回で言うと馬喰町から三越前までは結構距離があります。距離があるとは言いつつも30分以上かかるほどの距離ではないので、ちょうどウォーキングにいいかなと思っています。また私のカフェ巡りの中でももちろん事前調査はしているんですけども、フラッと立ち寄ったお店が気になった際に Google の口コミをチェックしてその場で取材して投稿することもあります。そんな街中での些細な発見もとても楽しいので、このチャンネルを見ている皆さんだからこそカフェ巡りを運動習慣の一つとして取り入れていただきつつ、正月太り対策にもしていただければと思います。意外とカフェががっつり食べるといったよりも少しいただいて少し歩くといったペースも保てますので、あまり太らないかなと思っています。またお値段もそこそこする場合も多いので、かえってお財布の紐を締めようと思って量を調整できるのも胃袋を圧迫しすぎないような工夫にもなっているのかもしれません。ぜひそういった工夫も参考にしてください。皆さんの方でも改めて正月太り対策ありましたらご紹介してほしいです。この動画が良かったと思いましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またインスタグラムではより早い情報をお届けしていますので、いち早い情報が欲しい方はインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。以上ミッキーでした。ありがとうございました。